よくやった。山城、七海。俺は部長に深々と頭を下げた。広告代理店に入社して4年。初めて取った大きな仕事だった。ここ数ヶ月、寝ても覚めても考え続けてきたプレゼンのコンペで、俺の案が採用と決定されたのだ。俺のアシスタントを務めてくれた後輩の七海と、やったな、と手を取り合う。本当によくやってくれた。これは大きな契約だ。最後まで気を抜かずに頼むぞ。はい、お任せください。デスクに戻る間も、オフィスの中から、おめでとうと声をかけられる。今回の仕事は、かなり大きな金額が動く広告だった。屋外ビジョンも大々的に展開する予定なので、話題になること間違いなしだった。周りからは、この仕事が成功したら、昇進もあり得るんじゃないかと囁かれていた。昇進することに野望を燃やしたことはなかったが、自分の能力への評価だと思えば、素直に嬉しかった。七海、いろいろ助けてもらって感謝している。よかったら今日の帰りにでも一緒に飲みに行かないか？いいですね。二人でケーキ付けの祝杯をあげましょう。七海は俺の1年後輩だ。学生時代から柔道をしてきた大柄の俺とは正反対のメガネをかけたインテリそうな小柄な見た目。でも話すと気さくで乗りツッコミもできる楽しい男だった。先輩はこれで主任ですかね。いいなぁ。役職付きってかっこいいですよね。そうか。まあ頑張りを評価してもらえるなら嬉しいけどな。先輩は無欲ですよね。主任になったらお給料も上がるだろうし、おごってくださいよね。一緒に入った居酒屋で、七海はことあるごとに俺の昇進するだろう話を持ち出した。役付きになることは嬉しいことだが、それだけ責任を負うことにもなる。責任を負う心づもりはあるが、やはりただ手放しに喜んでばかりはいられない。学生時代に柔道部で部長を何度かした経験で、そう思わずにはいられなかった。おそらく七海は学生時代にそういう立場にはなったことがないのだろう。言っては悪いが、どちらかといえば陰キャ。真面目で勉強はできるが、スポーツもいまいち。クラスにこんな人いたっけと思われるだろうキャラだった。だから憧れが強いのだろう。人の先頭に立って主任や係長と役名で呼ばれることに。この日、俺もいつもより気分が高揚して飲みすぎたようだった。ちょっとすまん。俺はそう言って七海との会話を中断してトイレに行った。そして戻ってきた時にテーブルに置いていたスマホの位置が変わっていることに気づいた。あれ？もしかして誰かから電話でもかかってきたか？いえ、かかってきてませんよ。でも店員さんが料理運んできたんで、先輩のスマホを動かしました。ああ、そうか。確かにテーブルには最後の締めにと頼んだお茶漬けが届いていた。俺は飲むよりも食べる派で、飲みに行っても必ず飯を食べないと気が済まないタイプなのだ。いつもと同じ梅茶漬け。でも今日のお茶漬けはいつもにも増してうまい気がした。翌日からも実際の広告展開に向けての業務が分刻みの予定で詰まっていた。打ち合わせや資材の発注、ロケ地の選定と撮影依頼。一つでも仕事を落としたら多くの人間や会社に迷惑をかけてしまう。だから本当に毎日気持ちが張り詰めていた。だが細心の注意を払っていたつもりがやらかしてしまったのだ。会社にかかってきた電話に部長が何？と大声を上げた。その声に俺もすぐに自分が何かをやらかしたのだと悟った。電話を切った部長が俺の名を呼ぶ。今日の撮影現場に行った七海から電話だ。撮影のための小道具が届いていないとはどういうことだ。あれがなきゃ
撮影する意味がないだろう。俺はその言葉にきょとんとしてしまった。撮影？今日？自分の作業テーブルを示した手帳には、撮影予定は明日となっている。俺の様子に部長がさらに怒鳴り声を上げる。自分の仕事を把握していないとはどういうことだ。先週撮影日程が変更になったという撮影チームからのメールが来ていただろう？そう言われても俺には見た覚えのないメールだった。慌ててメールを開くが、やはりそんなメールは来ていない。だが今日の撮影現場には七海が行っている。ということは七海はこの変更を承知していたということだ。撮影の小道具は揃っていないが、場所や撮影スタッフなどは手配してあったということだ。うろたえる俺の前で部長のもとに再び電話がかかってくる。何？小道具を手配できた？でかした七海。わかった。そのまま現場の監督は君が務めてくれ。大失態であった。小さな失敗なら取り返せるかもしれないが、よりによって撮影というプロジェクトの肝となるところで失敗するとは。俺は部長に頭を下げた。なぜこんなことになったのかわからなかったが、プロジェクトを任されていた俺の失態だった。山城、お前にはがっかりだ。どうしたんだ？気が緩んでいるとしか思えん。今日のことだけじゃないだろう？今回のプロジェクトに関しては、対応が遅くて確認の電話が相次いでいて、その度に七海がフォローに回っていたぞ。それも俺には初耳の話だった。聞けば、どうやらメールでの確認に、俺が答えないことが何回かあって、電話で苦情が来ていたようなのだ。結局、俺はこの失敗を理由に、プロジェクトから外された。代わりに責任者になったのが、七海だった。どうして俺への連絡が届かなくなったのか。その理由が分かったのは、俺への処分が決定した後だった。俺は田舎の関連会社に出向を命じられたのだ。くっそー、七海のやつ。こんな姑息なことをするなんて。拳を叩き下ろしたテーブルが大きな音を立てた。俺への会社からのメールが届かなくなっていた原因は、友人が突き止めてくれた。会社のプロジェクトチームメンバー用のメールアドレスが拒否リストに入れられていたのだ。これではメールが届くはずもない。自分で拒否リストに入れるわけないよな。誰かにスマホとかパソコン触らせた？その言葉に居酒屋でのことを思い出し、あの時に七海がやったのだと分かったのだ。プロジェクトチームへのメールが最後に受信されていたのが、あの居酒屋に入る直前だったのだから、疑いの余地がない。こういうことを何と呼んだらいいのだろう。飼い犬に噛まれるか？そんなことを考えた途端、すぐそばで犬の吠え声がしてびっくりする。山城さん、出演者のワンちゃんとモデルさんが到着しました。はい、承知しました。今日は支社に来て担当し始めた仕事の撮影だった。地元の大学生が作ったボランティアサークルの宣伝用ポスターだった。本社で担当していた時の10分の1にも満たない予算の仕事だった。仕事に優劣はない。自分にそう言い聞かせる。一つずつの仕事に誠心誠意を注ごう。そう思うものの、その1秒後には内心ため息が漏れてしまう。女子学生がつなぎに軍手の格好で犬の周りを囲んでいる。可愛いけれど洗練されたモード感などなし。どうですかこれで。見せられた画像に俺はとうなる。ありきたりだ。普通すぎて見ても 0.1 秒で脳裏から消える絵だ。学生たちは NGO 団体を立ち上げ、殺処分される動物をゼロにしようという活動をしていると聞いている。そしてあの犬は学生たちの手で救われ、今や活動のシンボルになっているのだと。
明るく楽しいポスターもいいが、人の目を引くのは衝撃の方だ。あの犬の保護当時の写真なかったっけ？俺は一つの提案をした。哀れな怯えた目の犬のモノクロ写真を背景に、今の学生たちと共に働く姿を対極として描く。犬がまるで笑っているような顔で女子学生の顔を舐める写真と合成された過去の姿はドラマ性を帯びた素晴らしいものになった。すごい。やっぱりプロってすごいですね。女子学生たちがキャーキャー言いながらできた写真を見て褒めてくれる。内心嬉しくないわけではないが、こんな田舎のただの女子大生に言われてもな、と卑屈な思いも湧き上がる。だが、そんな俺は本当に卑屈になって歪んだ見方になっていたようだった。なんと、このポスターが彼女たちの SNS にアップされるや否や大反響を呼んだのだから。いい意味での炎上とでも言うのだろうか、情報は知らぬ間に凄まじい勢いで世界を変えていく。ポスターの撮影のことなどすっかり忘れて、俺は惰性のように死者ののんびりした雰囲気の中で仕事をこなしていた。窓の外に見える緑がこんもりと茂った山を見つめながら、平和だな、あの空の雲に乗って昼寝でもしたいな、などと気の抜けたことを考えていた。そんな俺に、山城さん、電話と声がかけられた。はじめはいやいや来た田舎の使者だった。仕事も地元密着型といえば少し耳障りがいいが、率直に言えばしょぼい。おばちゃんモデルで地元の婦人服店の広告を作るとか、クーポン付きの飲食店のチラシを作るとか、とてもひりつくような緊張感がなかった。だが、地元を愛してみんなで頑張っていこうという連帯があった。はじめはそれを慣れ合いだと馬鹿にした俺だったが、次第にその良さが見えてきた。自分の能力を見せつけることが大事なのではなく、広告を見る人に優しい作り方、笑顔にできることを一番に考える。そんなことに気づき始めていたからこそ、今回の NGO のポスターにも衝撃だけでなく優しさを加えたのだった。はい、お電話変わりました。山城です。電話の相手は NGO の代表をしているという女子学生だった。山城さん、大変です。あのポスターが注目されて、今度ドキュメンタリーを撮らせてほしいってテレビ局から連絡があったんです。それは彼女たちの活動が大きくなっていくこと、もっと多くの救える命があるということを意味するのだった。山城さんのおかげです。ありがとうございました。いや、君たちの活動が素晴らしかったからこその反響だよ。俺はちょっとその手助けをしただけだ。俺なら俺の方が言いたいくらいだった。田舎のダサい仕事だと思っていた俺に広告を作って初めてもらうありがとうをくれたのが彼女たちだったのだから。その後、この仕事をきっかけに俺への会社内の空気が変わった。本社から来た左遷された男というイメージが自分たちと同じように地元を愛してくれる人、気持ちの通じ合える人間だに変わったのだ。義理で開かれた歓迎会から一度もなかった飲みの席への誘いも増え、地元のうまい店にも連れて行ってもらえるようになった。すると、途端に地元の人たちとの交流が増え、さらに人の輪が広がっていく。田舎に左遷されたと悲観していた思いは、一転して人生を好転させる分岐点だったんだという思いに変わる。本当、ここに来れてよかったですよ。この死者最高ですよ。同僚と飲み屋で、そうだそうだ、と意気投合して叫び合う。その時だった。スマホが着信を告げて振動した。なんと、画面に出ていた名前は、ななみだった。一瞬にして楽しい気分がぶち壊され、かつて心に宿った恨みが湧き上がってくる。
俺は同僚に席を外すと言うと、店の外に出た。飲んでほてった顔には涼しい風が吹く月の綺麗な夜だった。はい、山城です。先輩、お元気ですか？七海の声はどこか怯えをにじませていた。きっと今まで上に立てた高揚感よりも人を蹴落とした罪悪感に苦しんできたのだろう。お前は俺の代わりに主任になったんだろう？おめでとう。なりたがってたもんな。俺は今更七海のやった仕打ちを責める気はなかった。卑怯な行いだとは思うが、一瞬の出来心だったのだろうし、結果を見れば、俺は今まで知らなかった環境で幸せになっているのだから。先輩、助けてください。七海はそう叫ぶと、電話の向こうですすり泣き始めた。やっぱり僕なんて、主任なんて立場につく実力はなかったんです。僕は自分が仕事さえできればいいんだと思ってました。でも、自分一人でなんて何もできない。仲間を頼って一緒に頑張らないと何もできない。やっとそれが分かってきたんです。誰も僕の指示なんて聞いてくれなくなって、やっと。俺は七海の話を黙って聞いていた。それが人の上に立つってことなんだよ。と切り捨ててやることもできた。だが、俺は七海が落ち着くのを待って言った。よかったな。それって七海が人間としても社会人としても進歩した証じゃん。一歩階段を上がったら見えてくる世界が変わる。今まで知らなかった世界にびっくりして慌てふためいて。でもそれに順応するように人は努力を重ねて進歩するんだ。先輩ぶって言ってはいるものの、俺の言葉のすべては自分がかつて先輩に言われてきたことだった。上に立つなら嫌われる勇気を持て。一時的に嫌われても分かるやつは分かって、慕ってついてきてくれるようになるからと。教えてくれた先輩も自分がかつて煙たく思っていた人だったのを思い出して苦笑いした覚えがあった。もしかしたら七海にあんなことをさせた責任の一端は自分にあったのかもしれない。煙たがられるのを恐れて仕事をしていく上での心構えを何も伝えてこなかったのだから。先輩、帰ってきてください。僕を助けて。甘ったれるな。お前は会社に見込まれて今の立場を手に入れたんだ。だったらその期待に応えろ。仲間が指示に従わないのなら何度だって諦めずに伝え続けろ。自分の心の中にある燃える熱意をビジョンとして示せ。電話の向こうで七海が初めて俺に怒鳴られて萎縮しているのが分かった。俺はお前を信じてる。お前にならできる。全力を出してみろ。まだいけるだろ、七海。俺の問いかけに七海が小さく、はい、と答えた。電話を切って空を見上げてふーっとため息をつく。俺の対応が正解だったのかなんてわからない。でも今自分がすべきことはできたのではないかと思う。あの本社のシビアな競争の世界で戦い続けるのは大変だと思う。でもだからこそ得るものもある。七海にもそれを掴んでほしい。作ったポスターの中の哀れな目の犬の写真を思い出す。きっと今、七海はあんな顔をしているのかもしれない。でも将来はきっと立派な企業戦士として活躍する男になっていてくれると思う。あの犬だって今やスターとして輝く働く犬なのだから。さーてと、俺も負けてらんねえな。俺もこの地で少なからず風を巻き起こす存在になれればと思っている。